こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、この間っていうか2週間ほど前にしば漬け作ったんですよ。発酵しば漬けで、お酢も砂糖も入れないで発酵させて、その自然の甘さとね、自然の酸味でしそのなんちゅうか赤みが出るしば漬け作ったんです。でその結果をね、あの時は全然まだ作ったばっかりで茶色っぽかったんだけど、1週間ぐらいからちょっと色がね出てきて、2週間経ったらこういう色になりました。発酵したらね、酸性になって酸っぱくなるから赤くなってきて、自然となんて言うんでしょうかねこんなピンク色になりました。お酢とか入れなくっても全然大丈夫でした。自然の。それでね、こういうの2つでしたんだけど、色もちょうどよくって、そんな市販の市販で売ってるような鮮やかなピンクではないんですけど、ピンク色になったのでね、よいしょ、こうか、はい、成功したっていうことでお見せしようと思って今日は作りました。ほら、ちょっとね、そんな鮮やかなピンクではないけれども赤みあるでしょう。ブクブクってだんだん常温で2週間置いとくとね発酵してきてね、でこんな感じになりました。梅干しみたいな。最初は茶色だったんだけどね、そして酸っぱくて美味しいし、自然の感じのしば漬けになりました。大成功だったみたい。お砂糖も何も入れなくてもとても美味しく自然な甘さになってます。はい。見てね。ラップをして今は冷蔵庫で保存してます。保管してます。こちらにあるのは昨日作ったナスビです。ナスの浅漬けしました。みょうばんとね、塩だけ入れて、揚げる時にはやっぱりしょっぱいからお水でよく洗わないとダメでしたね。でもご飯と食べるととても美味しくって、ちょうどいいご飯の漬物に、お茶漬けにも良かったです。はい、これも大成功かな。夏だからちょっと塩分多くても汗も出るしね、美味しいのができました。でこれがね、福神漬け、福神漬けもしたんですよ。いつしたか忘れちゃう。7月の6日って書いてあった。4月6日だから10日ぐらい前にしました。それでね、福神漬けも成功したので、成功したっていうか美味しくなったのでちょっとお見せしようと思いました。もうこれいらないね、これ。人参と大根とナスときゅうりだけだったんだけどね、とても美味しくカレーライスにちょうどよくなりました。この福神漬けももうすごくいっぱいあるんだけどね、ほら大成功でしたわ。これもよいしょ、漬物ばっかしたくさんしてしまいました。これも、ちょっと甘いけど美味しいです。甘じょっぱくてカレー、
とカレーライスにぴったりです。これも自然な甘さで酸っぱさもね、すごく体にいい感じのしば漬けになりました。色といいね、大成功。こんな綺麗なピンク色になるんだね。このお茄子もお茶漬けにぴったりです。お茶漬けにした方がいいわね。ちょっとねしょっぱいので、すごくしょっぱいっていうことないんだけどね。これお茶飲みながらね食べるとちょうどいい漬物です。しば漬けです。福神漬け、あといろいろしたんですけど、きゅうりのきゅうちゃん漬けとかもう食べてしまってないので、とりあえずこれだけお見せしようと思いました。しば漬けはどうなったかなって思ってる人がもしいらっしゃったらと思って大成功でした。はい、ありがとうございます。今日は何も作れなかったんですけど、ありがとうございます。プリンセスモナコでした。